皆さんこんにちは。お集まりいただきありがとうございます。私、クラウド &AI、IoT プラットフォームエンジニアマネージャーをしております、安西と言います。よろしくお願いします。本日はですね、UberCity で使われている IoT プラットフォーム AI 活用を目指しているという形で、お話しさせていただきます。今日は3本立てでして、まず最初に UberCity でどのように IoT プラットフォームが使われているかというところをお話ししまして、2つ目、実際にどのようにデータを取っているのかというところをお話しします。最後、我々が今開発しているものですねの概要と、今後どうやってどのような計画で開発をしていくかというところをご紹介できればと思います。よろしくお願いします。まずですね、IoT プラットフォームって何かというところからお話ししたいと思います。まず IoT って何、プラットフォームって何っていうところから考えてみたいと思うんですけれども、ここまでですね、今インベンターガレージに皆さんいらっしゃるまでに、我々の IoT プラットフォームを使ったものをいくつか、ご覧になってます。インターネット・オブ・シングスですから、何かつながっているものがあるんだろうなっていうふうに想像していただければと思うんですけれども、何か皆さん思いつくでしょうか。ここ上の方に座っている方だと見える方もいると思うんですけれども、そうですね、3つか4つぐらいはもうすでに皆さんご覧になっているかと思います。例えばですね、入り口にゲートがあるんですけれども、建物の入り口とか、あとは向こうのエリアに3の方にもゲートがあるんですが、そういったところで使われているものが一つですし、外にある信号機ですね、信号機の制御なんかで使われているものだったり、そういったものの裏側で使われているシステムを我々 IoT プラットフォームが担当しております。このように自然にですね、日常の中で使われているので、なかなか普段意識しないところなんですけれども、どういうケースがあるのかというのをご紹介していきます。例えばですけれども、ここインベンターガレージ、今日ちょっと肌寒いですが、おそらく19度ぐらい、朝測ったところ19度ぐらいなんですけれども、こういったデータ取りたい、夏の温度、冬の温度、どうなるのか、記録できるようにしたいということを考えてみたいと思います。じゃあこの例で、この広いインベンターガレージ、夏暑い、冬寒いだろうなと想像しながら測りたい。じゃあ測るにあたって1箇所だけじゃ足りないだろうなと、そういったことを想像しながら、考えていきたいと思います。まず IoT って言ったときに、大きく上りと下りがあります。まずですね、上りは、物理のデータをデジタル化してクラウドに上げる、これが上りのパターンです。で基本的にはやりたいことはデータが取りたい、これが上りでやりたいことです。皆さんもデータ取りたいなと思うことあると思うんですけれども、温度を測ったり湿度を測ったり、ここの会場何人いるのか数えたり、そういったことをやりたい、そういったことが、上りのパターンです。で言い換えると、上りというのは現場を見える化したい、そういったことがやりたいことです。では逆ですね、下りとは何か。下りというのはクラウドからデバイスに向かって何か制御をかけたい、これがやりたいことです。なんですが、下りというのは応用編です。我々が経験したところでいうと、多くのケースで上りができるだけで嬉しい。で上り下りあるんですけれども、上りをやって現場が見える化できる、その時点でも十分な価値がある、そういったことが我々が経験したところです。でとは言ってもですね、上りのデータ、取れたデータで何するんだと。で何するんだということは、当然な疑問でして、でこちらもいくつかパターンがございます。まず1個目、上りのデータ可視化したい。で可視化したいというのは先ほど申し上げた温度であるとか、何人いるんだとか、そういったところを、見える化すること自体で価値があるケース、これが可視化のパターンです。で2つ目が、通知ですね。上りのデータを使って何か通知したい。常にデータを見張る必要はないんですけれども、何か異常が起きた、エラーが起きたときに、通知をしてほしい。これが2つ目のパターンです。で3つ目がデータを貯めておいて分析予測に使いたい。で分析というのは将来に向けて何かしたい、予測もそうですね。なので、過去のデータを使って何かしたい、これが3つ目のパターンです。でその次にあるのがデバイスの制御にデータを使いたい、こういったユースケースです。
で最適化自動化で、これは、応用編にあたります。下りのデータなので、下りの流れなので、デバイスに対してデータを使って、何か制御をかけたいというパターンになります。じゃあ下りにもいくつかパターンがあります。まず基本的なものが手動ですね。何かデータを見て人が現場に行ってスイッチをオフする、オンする、デバイスの制御を変える、これがレベル1で、次にシステムがある程度介在することで現場の制御、デバイスの制御をする、これがレベル2です。何か通知を受けて人が OK、NG を判断した上で現場に行ってデバイスの制御をする。でレベル3になりますと、ロジック AI を使ってシステム側で自動的に制御まで行う、これがレベル3、こういった段階があります。じゃあ次に、ここまででIoT はこんな上り下りありますというお話をしてきたんですけれども、プラットフォームとは何かというのを考えてみたいと思います。で同じようにまた温度の例で考えていきたいと思うんですけれども、ここまでお話ししていた中で皆さん温度を測りたくなってきたかなと思いますが、じゃあ温度を実際に測ってみる、じゃあどうやって進めるかっていうのを考えていきたいと思います。じゃあまず測りたいデバイス何使うんだ、当然ですね、どんなデバイスを使って測るんだっていうのが検討必要です。じゃあ次に、じゃあセンサー何使うんだ、どれぐらいの温度帯なんだろう、どれぐらいの精度が必要なんだろう、そういったことが検討必要です。じゃあネットワークですね。ネットワーク、Bluetooth、Wi-Fi、有線、いろいろネットワーク考えられるんですが、どれ使おうと。でデータのフォーマットですね、どういう形式で送ればいいんだろうっていうのも当然検討が必要です。で次に送ったデータどこに保存するんだ、でこれもデータベースだったり、または他のキーバリューだったり、いろんなところに保存したいケースがあるんですけれども、これも検討が必要です。でプロトコルですね、HTTP、MQTT、MQP、いろんなプロトコルあるので、どのプロトコルが適しているんだと、それも検討が必要です。で次に認証認可ですね、送り方、暗号化含めて、このデバイスは安全なのか、このデータを受け取っていいのか、そういったところも検討が当然必要になってきます。でそれ以外にもですね、エンドトゥエンドでデバイスからクラウドに送ってそれを可視化するまでセキュリティを担保する必要があるので、セキュリティポリシーだったりセキュリティのレビューだったり、そういったものをパスする必要があります。それ以外にもですね、社内標準、その他ポリシーもろもろ普通はございますので、そういったものをパスする必要があります。でですね、この例でいうとインベンターガレージ1箇所足りない、じゃあ100台200台あったときにどうやって端末管理していくんだ、そういうところも検討する必要があります。ということをやってるとですね、半年ぐらい経っちゃうんですね。でもともと何やりたいんだっけってところに戻ると、データ取りたいですね。でデータ取りたいのに半年ぐらいかかってる、その半年の間ってデータ取りたい以外のことをしなければいけないというのが、我々が見てきたパターンです。でプラットフォーム何かという話なんですけれども、プラットフォームはこういった面倒を全部やりますと。なのでデータ取りたい、アプリケーションでやりたいことをやってください、我々が全て吸収しますというのが IoT プラットフォームというものになります。でビジョンとしましては、データ取りたいと思ってから5分でデータを取れますと、そういったものを目指しています。で上りに関してはデータの取得早く簡単に実現できますし、下りの制御系ですね、下りのパターンに関しても必要に応じてサポートできる、そういう IoT プラットフォームを提供しています。で実際UberStudie の使われ方をご紹介しますと、まず左から1000台ぐらいアクティブ、今ちょっとインベンターガレージオープンしたのでもうちょっと増えてるかなと思いますけれども、アクティブなデバイスでいうと1000台ぐらい、目に見えるもの、分かりやすいものでいうと、先ほどご紹介した入り口にあるゲートですね、ゲートが使われていたりとか、あと信号機、カメラ、配送ロボットなんかで使われています。でチームに関してもですね、内部なんですけれども、物流だったり、オペレーションだったり、車両管理だったり、さまざまなチームから使われています。で機能に関してはですね、デバイスのオンボーディング、デバイスの登録から管理から、先ほど認証認可、データのコレクション、あとはソフトウェアのアップデート、一通り使い始めから管理までサポートする機能を提供しています。その他、VC の外でもいくつかプロジェクトは進んでまして、それ以外にもユースケースを今実証している段階でございます。で分かりやすいのは右端ですね。大体
一気にアップデートかけたい、ソフトウェアアップデートかけたいというときに、一台一台 USB メモリを持って、そのデバイスのところに行って、USB メモリ挿してでアップデートするんではなくて、500台ぐらいを一気にダーッとアップデートするっていうのが、毎月そういった使われ方をしているっていうのが、分かりやすい例です。で実際どんな画面なのっていうどんな感じなのかっていうのをご紹介してきますけれども、これはランディングページです。我々のプラットフォーム、ここに来るとログインして使い始められます。社内ページなんですけれども、こういったものを用意してすぐに使い始められる状態になっています。で次に自分が管理しているデバイスの状態っていうのが分かるようになっています。AI がサポートしてくれまして、これ一番上のラインで1206台が証明書が切れてますという状態なんですけれども、AI がそれを教えてくれています。あなたの管理しているデバイス1206台証明書切れてますよ。じゃあ何すればいいですかというところまでサポートしてくれています。で次にですね、先ほどプロジェクトを始めるときにもっていう話なんですけれども、AI がサポートしてくれるようになっています。インベンターガレージの温度を測りたい、で100台ぐらいで始めたいっていうのを伝えると、テンプレートを作ってくれて、ステップ1、2、3、4あるんですけれども、それに従って、設定も含まれてダウンロードできるので、これを使うことですぐにデータ測定まで始められるというようになっています。でこういったところログインして使い始めてデータ取るまで5分ぐらいできるというのができるようになっていて IoT プラットフォームとして提供しています。でその他にもですね、データ取得した後ですね、デバイスの運用に関しても何か質問とか疑問があれば、ここで聞いているのは、デバイスの証明書の有効期限はどれぐらいですかと聞いていて、で AI が回答してくれます。なのでデバイスの状態を取得して、でこんな状態ですっていうのをやってくれる。API 叩いたりとかしなくてもですね、自然言語で聞くことで AI がサポートしてくれるようになっています。で AI はこの後どうすればいいですよといったところまで回答してくれるので、自然言語でサポートができるという感じになっています。で次にテレメトリデータ取得の例を少しご紹介したいんですけれども、1つ目、先ほどと同じ可視化の例です。可視化の例なんですけれども、まず右上からよくあるダッシュボードの例で、まず先ほどお話ししたデータどうやって取るんだというところにはまりがちなので、我々ハードウェアのキットと呼んでますけれども、必要なセンサーであるとかネットワークなんかがすでにセットアップ済みのものを提供していて、でこれをポンって置けばデータを取得できるようになっています。でフォーマットに関しても OTel 標準的なフォーマットを使ってデータを送ることができまして、で送り先ですね、送り先も先ほどの話で、グラファナであったりデータメッシュであったりデジタルツイン、マシンラーニング、いろんな手先に対してデータを送ることができるようになっています。で次によくあるのが通知のパターンです。通知のパターンなんですが、先ほどのゲートの例で左下、ゲートの上にあるところが赤くなってるんですけれども、これは何かエラーが起きたという例です。でエラーが起きたときにこれを通知されてもですね、ログだけだとわからない、どこに何があるかわからないので、何せ台数が多いのでこれがどこにあるんだというのが知りたいということで 3D のモデル上、上側ですね、上側も赤いアイコンがついてるんですけれども、何か端末でエラーがあった、デバイスでエラーがあったときに 3D モデル上に通知をする、そういったものを提供しています。で通知をした後に実際人がサポートしなきゃいけない、そういったケースもよくありますので、通知された上で右側ですね、チケットを起表してサポートチケットを起表して、その後の対応は人がトラックできるようにする、そういった一連のフローで使われています。で次に分析予測の例です。リアルタイムじゃなくてもいいけど貯めておいて分析予測したい。でこれも想定のユースケースですが、工場なんかですとよく LINE にパーツを供給しないと LINE がパーツ不足で止まってしまう、そういったユースケースを想定しています。でこういった場合にも、上りの典型的なケースなんですけれども、ハードウェアのデバイスキットですねを提供して、この場合だとカメラでパーツの数を数えて、でそれをクラウド側に上りデータを上げて、でそれを分析予測に使えるようにするといった使われ方を想定しています。
でこれを早くできればそれだけでも価値がありますので、こういったデータ取得から可視化までというのを行うというユースケースをサポートしています。で3つ目のセクションですけれども、コンテキストアウェア IoT プラットフォームを目指しているということで、今我々がどんなことをやっていいのか、開発の画面含めてご紹介しようと思います。まずやりたいのは現場の問題解決を支援したい、これがやりたいと思っています。で解決にあたってですね、データだけじゃなくて、現場の問題っていろんなコンテキストを含んでいます。でコンテキストって何かというと、場所だったり時間だったりログだったりデバイスだったり、ユーザーがそもそも何しようとしているんだ、そういったコンテキストを考慮した上で、問題解決を支援したいと考えています。で分かりやすいイメージどう伝えればいいのか、と思ったんですけれども、頼れる先輩がいつでもいると、隣にいるみたいなものを、目指していると考えていただければいいかなと思っています。で実際の開発中の画面の例ですけれども、これダッシュボードで、アラートが上がりました。アラートが上がりましたが、アラートが上がったんで、これに対して何らかアクションが必要です。でアクションに対しては、分かんないので AI に聞きますと。AI に聞くと AI が、関連する資料、データ、ログ、バーッと検索してでどうすればいいかまで提案してくれる、そういったものを提供しています。でその後ですね、記録、どういった対応をしたかで、それをどうやって残していくか、共有していくかということも課題になりますので、記録も支援してくれる、そういったものを、提供しようとしています。なのでイメージとしては、頼れる先輩が隣にいていつでも聞けるしサポートしてくれる、そういうシステムを提供しようとしています。で解決したい課題3つ大きく分けますと、まずツールもシステムもあるんですが、全てのツールシステムを習熟して適切な場面で適切なツールシステムを使いこなすというのは非常に難しいというのが我々の経験です。でかつそういった知識とか経験というのは人に溜まっているので、人に依存している。でそういって人によって対応法が違ったりする、それもまた課題だと考えています。で3つ目、先ほども言いましたけれども、そういった経験や知識をどうやって貯めて共有していくか、でこれも課題だと考えています。なので今開発しようとしているのは、こういった3つの課題に対して AI を混ぜることで現場の課題解決を支援するシステムを作ろうとしています。少し技術的な詳細をお話ししようと思いますけれども、じゃあどうやってやってるのかという話なんですが、我々 Woven 社内に独自の生成 AI のソリューションがありまして、で社内独自なので、これは社内のドキュメントであるとか、スラックであるとか、そういった蓄積されたナレッジが使えるというのが大きなメリットだと考えています。で実際の例で、ご紹介しますと、右上、ロボットがエラーを起こしてどうすればいいですかと聞いている例の場合ですね。でユーザーが、まず聞いてるんで、どんな対応をすればいいかっていうのを、なぜっていうのを赤いところ、これは図面を取ってログを取って、あとは他の数字系ですね、データを取って、その後にどう修正すればいいかについてはマニュアルを参照して、右側ゲットレポート、これは社内にレポートが対応の記録が残っている、でベテランが書いたレポートみたいなのを参照した上で、それを統合した上で AI がこうすればいいですよ、こうすればいいんじゃないですかっていうのを提案までしてくれる、そういったものを提供しています。でまとめとしましては、町とか工場だとですね、デバイスの数も多いですし、環境も複雑なので、何かトラブルが起きた時の問題解決で非常に難しくなっているという課題感があります。で我々はAI 使ってこういった課題解決を支援して自然言語の形で問題解決を支援するものを提供しようとしています。想定しているインパクトとしてはアクションですね、問題解決までの時間を短縮できるであるとか、あとは新しく入った人がオンボーディングして課題解決に当たれるまでの時間を短くできる、そういった効果を狙っています。最後に何がやりたかったんだっけと立ち戻りますと、データが取りたいというのがやりたいことだと、まずはやりたいことだと思っています。もしですね、データを取ってみたいということがありましたら思い出していただいて、ぜひデータを取るところから
一緒にやっていければと思います。ご清聴ありがとうございました。